はじめまして、私の名前はエリサと言います。よろしくお願いいたします。最初はちょっと自己紹介から始めたいと思うんですけど、その前にちょっとだけ画面を共有させてください。ちょっとお待ちくださいね。これで見えてますかね。はい。ちょっとお待ちください。はい、見えてますか？はい、ちょっとだけお待ちください。はい、すみません。お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。今日は、高齢者介護保険についてお話をさせていただきます。まずは自己紹介からいきたいと思うんですけど、私の名前はエリサです。で、アルゼンチンから、もう32年ですかね、前に日本にやってきました。これまでいろんな仕事をしてきたんですけど、主に外国人相談窓口、神奈川県内の、外国人相談窓口で、スペイン語の相談員として、働いてきました。で、6年前からは、ガラッと変わって、介護の仕事をしております。現在は、神奈川県藤沢市の高齢者施設で、介護士としておじいちゃんおばあちゃんたちと楽しく毎日仕事をしております。それとは別に先ほど、シエンペレ元気という名前が出たんですけど、日本に住んでいる外国人がいつまでも、元気でいられるように、体とか頭の体操とかをしてみんなで集まったりして、いつまでもね日本で元気で暮らせるような活動その他いろいろしております。自己紹介はこれぐらいにして、介護保険の話に入っていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ今日は介護保険って何っていうテーマでやりたいと思うんですけど、介護保険の前にもしかしたら介護という、言葉自体を知らない人たちがいるんじゃないかなと思いました。で、介護って何かというと、簡単に言うと、よくいろんな人たちがする説明が誰かのお世話をするということなんですけど、私はあまりその言葉が好きじゃないんですよね。私はどっちかというと、誰かが何かをできなくなった時に、それができるようにサポートする。できなくなってもそのお手伝いをするというような意味で介護をするっていうふうに使っております。誰が介護をするのかっていうと、大抵は家族の人ですよね。例えば、おばあちゃんがいたら、その、旦那さんだったり、あるいはその子供たちが介護をするんですけど、それとは別に私みたいに、介護を仕事としてやっている人たちもいます。まずは、介護はこういうことだということが分かった上で介護保険について話したいと思います。で、外国人、私もそうなんですけど、日本で住んでいる外国人は、どんどん高齢化していっています。どんどん年を取っていきます。南米の人とか中南米の人たちに、関しては、もう20年、30年日本にいる人たちがいます。だから、例えば50歳で来た人はもう80歳になってたりと、どんどん皆さん年を取っていっております。で、これからも日本でずっと住むっていうことであれば、最低限、もうこれだけはやっぱり知っておかなきゃいけないなっていうこととか、これだけはやっておかなきゃいけないことがいろいろあると思います。そのうちのいくつかピックアップして、お話ししたいと思います。まずは日本が今どうなっているのかということを、知っておかなきゃいけないと思います。日本は今、超高齢社会といって、お年寄りがすごくたくさん、いるという、今日はそうやって簡単にね、外国人向けなので、簡単に説明していきたいと思います。あとは、介護保険とは何か、それは今日勉強していきたいと思うんですけど、で、どうして大事なのか、どうして知っておかなきゃいけないのかということが大切です。あとは、わからないことはどこかに聞きに行かなきゃいけない。じゃあ、どこに聞きに行けばいいのか。
どういうことを聞きに行けばいいのかっていうお話もします。で、ここが、一番大事なんですけど、自分たちがこのまま日本で住んでいくのであれば、どんなふうに年を取っていきたいのか。ね、もし、例えば自分の家族の誰かとかが介護が必要になったとき、どうするのかっていうようなことを今元気なうちにみんなで話し合いをしておくことが大事だと思います。よく言われるのが、介護は突然やってくるっていうふうに言われます。でよく、大丈夫、大丈夫、うちはそうならないからとか、うちの母さんは元気だから大丈夫、そういうのは必要ないとかっていう人たちが本当に多いです。でも、いつ誰に何が起こるかっていうのは誰にも分かりません。今現在、例えば車椅子でいる人とか、どっかの施設に入っている人でも、まさか自分がそうなるとは思ってなかったと思います。だから、元気なうちに話しておきましょうということを今日、もしかしたら何回か繰り返し言うかと思います。で、次ですね。じゃあ、今の日本はどうなっているのっていうお話をします。日本のテレビを、よく見る人であれば、こういうことは全部分かっていると思うんですけど、私の知っている外国人の方たちで、結構たくさん自分の国のテレビを見たりね、ケーブルで見たりする、あるいは自分の国の言葉で見たりするんですけど、日本のテレビを見ないっていう人たちが本当にたくさんいます。なので、ちょっとだけお話しします。今、少子高齢化って言って、子どもがだんだん少なくなっていって、産む数がね、少なくなっていってて、でもお年寄りは増えていってる。で、昔は一つの家族の中におじいちゃんがいて、その子供がいて、またその子供がいて、人がいっぱい住んでたから、誰かが誰かを助けることができたんですけど、今は子供が一人だけだったり、あるいは子供がいなかったりとっていう感じで、そうやって助け合うことが難しくなってきています。で、例えば、お父さんとかお母さん、おじいちゃんたちが、例えば神奈川県に住んでいる。で、その、子供たちは、一人は沖縄に住んでて、もう一人は愛知県に住んでるとかっていうようなことがありますよね。そうすると、じゃあ何かが、あったときに、じゃあ誰が誰の面倒を見るのかというような、問題も出てきます。で、今ここでね、老老介護っていうのが出ているんですけど、大丈夫ですかね？大丈夫ですか？はい、ごめんなさい。老老介護って出ているんですけど、ちょっと待ってくださいね。ここで、これを取ります。はい、ここでおじいちゃんがおばあちゃんに食べさせているとかっていうような場面、今よく見られる場面ですね。お年寄りがお年寄りのお世話をするっていうことは最近よくあることです。で、あと認知症。年を取ってくると認知症になる可能性がどんどん高くなってくるんですけど、認知症という言葉を知らない人たちもいるかもしれません。いろんなことが、思い出せなくなったり、新しいことが覚えられなくなったりというような、本当は病気じゃないんですけど、今日は病気というふうに呼んでおきましょう。例えば、ここだったらおばあちゃんが家から出て行って、あれ、自分家はどこだっけって言って自分家に戻れなくなった。こっちはおじいちゃんが、薬を飲まなきゃいけないんだけど、あれ、どの薬をいつ飲めばいいんだっけって分からなくなった。っていうようなことがあります。で、今おじいちゃんとかおばあちゃんとかの話をしているんですけど、認知症に関しては若年性認知症って言って、65歳よりもっと若い人たち、30代とか40代の人たちが認知症になることもあります。で、例えば、ここだったら、この人今働き盛りって、今会社で働いてて、若いですよね。で、もしかしたら子供が小さかったり、もしかしたら家を買ったばっかりでローン抱えてたりとか、そういう中でこの病気になってしまうこともあるので、こういうことは、知っておくことが大切だと思います。で、さっき老老介護って言って、例えばここだとおじいちゃんがおばあちゃんの、サポートをする。
っていうのがあるんですけど、今はね、この認認介護って言って、認知症の人が認知症の、他の認知症のお世話をするっていうようなことがあります。ここでちょっと見えてると思うんですけど、おばあちゃんがおじいちゃんにご飯を持ってきてます。でも多分さっきも持ってきたことを忘れてるから、ここにどんどん溜まっていってるんですよね。で、こういう問題、社会問題っていうんですけど、こういうのが最近多くなってきています。それとは別に、介護離職とか介護疲れって言って、介護離職は、自分の、例えば、ここですね。自分が今まで働いてたんだけど、自分の親の、サポートしに行かなきゃいけないから、じゃあちょっと仕事を辞めますっていうような人たちも多いですし、でもちろん、この介護っていうのは24時間です。だから疲れが出てきます。で、その疲れから、場合によっては、ストレスが溜まって、虐待、暴力とか、いろんなタイプの暴力があるんですけど、例えばこうやって、もう面倒見れないって言ってほったらかしにするのも、これは虐待っていうんですよね。でもそういうことも今起こってます、実際日本で。で、もう一つは孤独死といって、最近は、たくさんの人たちが一人で、たくさんの高齢者、お年寄りが一人で住んでいます。で、周りの人たちとちゃんとコミュニケーションを取ってない人たちは、場合によっては、そのまま亡くなっていても、死んでいても、誰にも気づかれないままっていうような、問題が最近出てきています。で、もしかしたら、でもこれは日本人のことでしょって思っている人もいるかもしれないんですけど、これは国籍とか関係ないです。で、去年の2月なんですけど、NHK で、ある番組が放送されました。クローズアップ現代っていう番組なんですけど、それは愛知県のブラジル人の人たちのことだったんですけど、やっぱり大きな団地で一人ぼっちで亡くなってて、本当に何日も経ってから初めて誰かが気づいたっていうような現実に外国人の中でももう起こっているような問題です。こういうたくさんの社会問題が今、もう何年も前から、起こっています。で、こういうことを解決するために2000年、今から21年前なんですけど、介護保険制度っていうのができました。で、介護保険制度っていうのは多分、自分たちの国、例えば少なくともアルゼンチンとか南米とかにはない制度なんですよね。例えば健康保険とか、あるいは年金とかって言ったら、自分の国にもあるから、なんとなくイメージはできると思うんですけど、介護保険っていうのは日本が作った制度なので、今ちょっと、何かな、中国とか韓国ではよく似た制度ができたらしいんですけど、ほとんどの人たちの国にはないです。ないものは想像するのが難しいです。で、介護保険は私も介護の仕事をしてても分かりにくいと思います。ちょっと難しいです。難しいから、何度かやっぱり聞いていかなきゃいけないと思いますし、でも難しいから、じゃあ、知らなくていいやっていうふうにだけは思ってほしくないです。すごく大切なことなので、全部分からなくても大丈夫ですよ。でも大体こういうことなんだなっていうのが分かればいいかなと思います。日本は、みんなでみんなを支えようっていう考え方をする国です。ここは、例えば自分の国アルゼンチンとは考え方が違う。自分の国は自分のことは自分のためにするっていう考えなんですけど、日本は社会全体で、前はね、家族でそうやってサポートしてたんだけど、今は社会全体で、お年寄りとか、あるいは障害を持つ人たちのサポートをしていきましょうっていうふうに考えています。で、本人も、あとその家族もみんなでサポートしていきましょうというのが、介護保険ですね。で、さっき、自分の親をサポートしなきゃいけないから仕事を辞めていく人がいるっていうふうにお話をしました。介護保険のことがちゃんと分かっていれば、場合によっては仕事を辞めなくても、ちゃんと介護保険を使って、家族をサポートしていくっていうこともできるので、今ここで言っておきますけど、もし今日聞いている人の中で、あるいは自分たちの知り合いで、もう
仕事を辞めなきゃいけない、誰かの介護をしなきゃいけないから辞めなきゃいけないっていう人がもしいたら、ちょっと待ってって、辞める前に市役所とかに行って、後からどこに聞きに行けばいいのかっていうのを話しますけど、そういうところに行って、まず相談してから辞めるかどうか決めてくださいっていうふうにお話をしてあげてください。で、さっき認知症のお話をしました。昔は、認知症の人たちは、何もわからない、何もできない、何も決められない。だから家に閉じ込めるとか、だから施設に入れるっていうような、ちょっとそういうひどい、考え方だったんですね。でもそれが普通でした。でも今は違います。認知症の人も私たちと全く同じ人間で、人間は全員苦手なことがあります。私だったら例えば数学とか算数とかこういう数字を見るのがすごく嫌ですごく苦手です。認知症の人も苦手なことがあって、それはいろんなことを覚えたりとか、あるいは最近起こったことを思い出したりすることが苦手という、それぐらいの違いだっていうふうに思ってもらっていいんじゃないかなと思います。なので、私たちも今までだったら、例えば認知症だったら施設、今でもそうやって思っている人たちもいます。でもそうじゃなくて、その人をみんなでサポートして、今までやってた、今までの生活がそのまま続けてできるように、社会全体でサポートしていきましょうっていうのが、介護保険の考え方です。皆さんついてきていますかね、ここまで。はい、じゃあ続けていきたいと思います。じゃあ誰が使えるこの介護保険。基本的には65歳以上の人が使えます。65歳から日本では高齢者と言いますね。で、65歳から年金がもらえるようになります。なので、基本的には65歳から、使えます。ここに出てますね。それを第一被保険者っていうんですけど。でも、ここに40から64って書いてあります。40歳から介護保険を払い始めます。でも、使うのは65以上。でも、40から64歳の間の人で、ある病気があれば、もしかしたら使えるかもしれない。っていうのは、この後お話をしますね。で、40歳から払うんですけど、たくさんの人たちが知らないこと、あるいは勘違いしていることが、40から払っていることを知らないっていう人たちが多いんです。で、これは何でかっていうと、これは健康保険と一緒に払っているからなんです。65までは。65になった時点で分かれるんです。健康保険と介護保険。でも、それまでは40から60の間、健康保険と一緒に払うから、たまに、40歳を過ぎたぐらいの人が、今までの保険料が高くなった。なんでかわかんないけど、高くなったっていう時には、じゃあ40歳になったんじゃないんですかって聞いたりします。で、皆さん、全員が健康保険っていうのを持ってると思うんですけど、病院に行くときに持っていくカードがありますね。柔らかいカードは市役所でもらったやつ。硬いカードは社会保険だから会社でもらった。で、それっていうのはもらったらすぐ病院に行ってすぐ使えます。で、自分は 30% だけ払います。この介護保険っていうのは、同じ保険っていう言葉がついてるんですけど、届いてもすぐ使えないです。この健康保険証は今から見せますけど、こういう形でもうちょっとね、大きい、これぐらいの形のものなんですけど、65歳になったら市役所から届けられます。郵便でね、家に届きます。でも届いたからじゃあすぐ介護保険が使えるかっていうと、それは使えません。そこだけはすごく覚えておいてください。で、さっき言ってた40歳から64歳までの人たちも使えることがありますよって言ったのはここで白く出ているんですけど、日本が決めた16の病気があるんですね。がんとかいろいろあるんですけど、もしそれのどれかに当てはまってて、プラス先生、ドクターが、そうですね、あなたの場合はこの病気で結構進んでいるから介護保険が使えるかと思いますよって言ってくれたら、介護保険が使えるかもしれません。
結構ね、難しいんですけど、そういうのをちょっとずつ頭に入れていってもらえるといいかと思います。ここに出している写真は藤沢市のものです。またこれ一つややこしいものは、市によって違ったりするんです。この色がね。これいつか私、いろんな市長さんに聞いてみたいです。なんでややこしくするんですかってね。みんな同じ色だったらいいんですけど、外国人の場合はよく横のつながりがあるから、友達にはピンクのなんかカードが届いたのに私は緑だわ。じゃあ違うものなのかしらっていうふうに思ってしまうこともあるので、なるべく同じ色にしていただけるとすごくありがたいです。はい。じゃあ、これは40歳から払います。絶対払わなきゃいけないのって聞かれることがあります。はい、払ってください。これは義務です。みんな払います。日本人も外国人も払います。日本に3ヶ月以上いる、外国人であれば、これは払います。で、なんで40歳からって聞く人もいるんですけど、これはどうやら、40歳ぐらいになると大体自分の親が60、70ぐらいになるので、そろそろ介護のことを考えなきゃいけないなっていう年だから、40になっているらしいですよ。で、さっき言ってたんですけど、今日から40歳になった時に、今日から介護保険払いますよっていうはがきとかそういうのは一切届きません。なので、知らないまま払っている人がいるかもしれないけど、いやいや、私は払ってないよって思わないでください。ちゃんとこういうのは聞かれていますから。はい。で、これは1回払い始めると、もうこれは、死ぬまで払い続けます。で、払ってるんだから、じゃあすぐ使えますかって言ったら、それはすぐ使えません。で、じゃあ使わないから、じゃあ払わないよっていう人が実際います。65歳を過ぎて、外国人相談窓口に来て、私は返します。使わないから。私は病気にはならないから。って言って返しに来た人がいます。それもダメです。使っても使わなくても、これはみんなが払わなきゃいけないものです。じゃあ、いくら払うのっていうところが結構皆さん気になるところだと思うんですけど、これは、市によって違うんです。だから全員が同じっていうことがまずないです。ここにちょっと書いてあるんですけど、市がいろんな計算をするんですけど、じゃあ65歳以上の人だったら、大体基準っていうのがあって、このスタンダードっていうんですかね、そういうのを出して、それより高く多く払う人もいれば、それより低く払う人たちもいる。だからここで今いくら、あなたはいくら払うんですよっていうのがちょっと、言えないんですよね。ただ、例えばその、市によって基準額っていうのがあるんですけど、それをちょっと見てもらって、で、さっき言ったみたいに多く払うか低く払うかっていうのは自分の収入によったり、家族がどれぐらいいるかによって、違ってきます。で、今言ったのは65歳から上の人。で、その下の40歳から64歳の人たちに関しては、会社で働いている人たちはちゃんと給料をもらうときに紙もらいますよね。そこに、ちゃんと出てきます。ちょっと今ここで見せますけど、これが私の給料ですよ。で、私もちゃんとここで介護保険っていうのを払っています。大体なんですけど、自分の給料の 1.7%。だからあなたの給料が10万円だったら、介護保険料は1700円ぐらいです。で、会社で働いてるんだったら、あなたが半分払って、会社が半分払ってくれるというシステムです。でも、ここで大事なのは、ここですね。ここはしっかり、覚えておいてほしいことです。保険料は人によって違う。そして市によって違う。収入によって違う。だからお友達とかと比べないでください。でもし自分はなんでこうなのかなと思ったら市役所に聞きに行ったり、あとは、例えば、社会保険だったら会社で聞くっていうようにしてほしいです。で、ここで一つ、皆さんにお願いがあるんですけど、払えない時も出てきます。ね。これ、後からちょっと説明するんですけど、この減免制度っていうのがあるんですけど、払えない時もあります。外国人の場合、よく
急にね、もう明日から来なくていいよって言われて仕事がなくなることもあったりします。で、そういう時とか災害が起こった時とか、自分が払えない時は出てきてもいいんですけど、それをそのままにしとかないでください。必ず市役所の窓口に行って、で、すみません、私は払いたいんですけど、払えませんっていうことを言いに行ってください。そうすると、そういうデータは全部市役所に残ります。あなたは自分が、払えないんだから仕方がないじゃないと思ってても、ずっと払わないでいると、市役所は何を考えるかっていうと、この人は払いたくないんだなっていうふうに思います。で、日本は信用がすごく大事なので、ちょっと大変でも私は払いたいんです、でも払えません。どうすればいいですかって相談しに行けば、みんな鬼じゃないからね。だからちゃんとじゃあ、ちょっとずつ払いましょうとか、あと2ヶ月待ってあげますよとか、何かしらあるので、必ず、相談しに行ってください。で、ここの下に、出ているんですけど、これは日本の平均ですね。平均が、この介護保険ができたとき、65歳以上の人たちの1ヶ月の平均が2900円ぐらいでした。でもこれじゃちょっと足りなくなっちゃうからって言って、2015年には5000円になって、今6000円になっています。これは平均です。だから今、自分は6000円なのとか、4000の人もいるかもしれないし、7000の人もいるかもしれない。これは平均です。だからこれで何が言いたいかというと、これからも保険料は多分上がっていくっていうことを予測しておいてくださいということです。で、じゃあ、今まではその自分が毎月払う分。ここからはじゃあ介護保険を使います。どうやって使うの？じゃあ今まで払ってきたんだから使うときはタダなのかなと思ったら、タダなものはありません。何でも払わなきゃいけないです。よく皆さんに言うのは、日本でこれからもずっと住んでいくのであればお金が必要ですよっていう話はしています。で、介護保険は何をするかっていうと、65歳以上の高齢者、あるいは40から64の間でちゃんと、ある病気があって、で、先生も、介護保険が使えますよって言った人たちは、サービスを使います。いろんなサービスがあります。この後、そのサービスのお話をしていくんですけど、その前に、いろんなサービスがあるんだけど、じゃあ、すぐ使えるのって言ったらすぐ使えない。誰でも使えるのって言ったら誰でも使えるわけではない。なので、そういうことをちょっと覚えておいてください。まず、自分が介護保険使いたいですって言って、それから調査が入って、それで OK が出たら初めて介護保険が使えます。で、サービスをね、使う人のことは利用者っていうふうに呼びます。じゃあ、そのサービス、いくら払うのって言ったら、大体、ごめんなさい、大体じゃないです。10% 払います。これを日本語で1割、1割とか2割とか3割っていうふうに言うんですけど、それは 10%、20%、30% のことです。ほとんどの人たちが 10% を払います。じゃあ、10% ということは 100% あるってことですね。じゃあ100%、例えばその介護のそのサービスが1万円だったとすると、あなたは 10% だからあなたは1000円払います。じゃあ残りの9000円は誰が払うのって言ったら、ここから出てきます。これ日本の財源って言うんですけど、これ、65歳からの人と、あと40、要は40歳から介護保険を毎月払っている人たちの保険料。これが半分。で、残りは国と都道府県と市町村。例えば、これを、例で言うと、日本、神奈川県、藤沢市っていうふうに、これ全体でこの残りの 90% を払う。だから、みんなでここを払っていかなきゃいけないっていうことになります。で、2000年、この介護保険が始まった時には、お金がある人もない人ももう全員、10% だけ払っていました。これで日本はいけると思ったんです。でもいけませんでした。2015年になったらごめん、もうちょっとこれが足りなくなっちゃうから、じゃあ 10% の人もいるけど、
お金がちょっとある人たちは 20% 払ってくださいってなったんですね。で、でもそれでも足りなかったから、それからその何年か後、本当に3年後、じゃあ今度はごめんなさい、30% 払う人も、出てきました。だから、ここにちょっと書いてあるんですけど、いくら払うの 10%。でも20か30の人もいる。ただここで、ここもしっかり覚えておいていただきたいんですけど、ほとんどの人が 10% です。よほどお金がないと、こうやって、20% とか30% は言われないので、10% 払うっていうふうに、思っておいてください。で、ここはちょっとだけね、見ていただいて、全部説明するとすごく長いんですけど、先ほど言いました、自分が介護が必要になった、あるいは家族の誰かが介護が必要になったってなったら、まずはそれを、相談しに行って申し込みをしなきゃいけない。申し込みあるいは相談をするところは市役所、それか包括というところです。ここはまた後でね、ちょっと説明します。包括っていうのは地域包括支援センターを短くして包括というふうに言います。ここに、相談をしに行ってお願いしますって言ったら、C の人があなたの家に行っていろいろ調査をします。で、その後、他の人たちもいろいろ混ざって、いろいろ調査をして調べて、あ、この人は必要だな、どうしましょう。じゃあ、結果を出しましょうって言って、結果が出ます。これを認定結果通知って言うんです。結果が郵便で届きます。それまでにあなたが相談しに行った時から、この結果が届くまでにだいたい1ヶ月かかります。だからすぐ使えないよっていう話をさっきしました。で、その時に一緒にあなたは 10% 払う人なのか、20なのか、30なのかっていうのも一緒に教えてもらいます。で、この結果がどういう結果かっていうと、こうやって3つ、この黄色い3つに分かれるんです。介護が必要ですよ。だからあなたはサポートが結構必要ですよ。それか支援、要支援。この要っていうのは必要の要です。支援が必要ですよっていう人っていうのは支援だからちょっとお手伝いをすれば一人で生活できますよ。で、もう一つのグループはあなたは元気です。介護保険は使わなくても元気ですよっていうふうに、こんなふうに振り分けられます。でも、じゃあ、あなたは元気だから、介護保険使えないよって言われても、ちゃんとね、サポートはあります。いろんな体操教室だったり、いろんなこういう、なんていうのかな、勉強したり、健康の勉強したり、栄養の勉強したり、いろんな人たちと集まって元気になるいろんな、授業があるので、そこは心配しないでください。で、ここに、ピンクで出ているんですけど、ケアマネージャーさんっていう人が登場してきます。この人はものすごく大事な人です。ケアマネージャーのことをよくケアマネって言うんですけど、この人はあなたが介護保険のサービスを使うときに一番大切な人です。なので、もし、あなたの近くで誰かがね、こうやって話しているときに、あそこのケアマネージャーさんはめちゃくちゃいい人だよとか、あ、ここのケアマネージャーさんは本当によくしてくれるって、もし聞いたらその人の名前をちゃんと聞いといてください。このケアマネージャーがどんなケアマネージャーかによってあなたが受けられるサービスが全然違ってくるので、すごく大事だっていうことだけ覚えておいてください。で、さっき3つに分かれるって言ったんですけど、それがこれ、行き過ぎちゃった。ごめんなさい。これですね。要介護、要支援、自立。こうやって3つのグループに分かれます。で、その中でも、こうやって軽い方から重たい方になっていって、例えば、介護が必要な人、かなりのサポートが必要な人でも、少しのサポートが必要な人、そしてどんどん上に行くほど、この人は、イメージできやすいように、例えば寝たきりの人とかだったりします。要支援っていうのは、ちょっと待ってお手伝いをすれば、まだまだ自分で、元気に、生きていけるっていう人たち。で、あと自立の人たちがいます。じゃあ、ここからが大事ですね。どんなサービスがある？皆さんには
こういうサービスがあるよっていうようなことを知っていただきたいんです。そうすれば、もしかしたらさっき言ったみたいに仕事を辞めなくてもいいかもしれないし、場合によっては、例えばおばあちゃんが神奈川県にいて、息子さんは、沖縄にいるんだったら、沖縄からこっちに引っ越してこなくても、ここでなんとかなるかもしれないので、サービスがあることをちょっと覚えておいてください。で、そのためにはちゃんと払っていなきゃいけないので、ちゃんと払っていってくださいね。で、いろんなサービスがあるんですけど、誰かが家に来てくれる。あるいは自分がどっかいろんな施設に行ってまた戻ってくる。あるいはどっかで泊まる。あるいはそれを全部組み合わせる。または例えばもう自分の家で住めなくなったら施設に入るっていうサービスがあります。それの他に例えば、車椅子とかベッドとか杖とかいろんなものを借りたり、あるいは買ったりすることもできます。で、あとは家に手すりをつけたりとか階段があったら、じゃあスロープって言ってこうやって階段じゃなくてまっすぐ登れるような、そういうリフォームもできます。で、こういうのも全部、例えば 10%、サービスの 10% を払って、受けられるサービス。ただ、もう一度言いますけど、全員がそれが使えるかっていうと、それはそうじゃなくて、さっき言ったケアマネージャーさんと一緒に、あなたの場合はこういうふうに振り分けられたので、だからこれしかできませんよっていうのを、ケアマネージャーさんと考えていきます。ここに出てますね。介護度とかによってサービスや料金が変わっていきます。で、ここは、この一番左に今私が出しているのは、今言った同じことの名前です。誰かがあなたの家に行ってくれることを訪問介護という。あなたがどこかに行って、またね、行って、また戻ってくることを通所介護という。どっかでちょっとだけ泊まることをショートステイと言います。で、借りたり買ったりすることを福祉用具貸与と言います。で、リフォームすることを住宅改修と。これはまあ、ただこういう名前ですよっていうことでここに載せてあります。で、まあ、施設になると、施設はたくさんあります。いろんな種類の施設があります。なので、ここで全部はちょっと言えないんですけど、介護保険の施設っていうのが3つあります。ここに特養ってあるんですけど、これも特別養護老人ホームっていう長い、名前を略したものです。で、ここにほとんどの人たちが入りたい。なぜかっていうと、一番安いから。ね。で、一度入ったらずっと住めるところです。ただ、みんなが入りたいので、場合によっては、場所によっては、1年待ちとか2年待ち入りたいって言ってからかなり待たなきゃいけないところがあります。そして入りたい人がたくさんいるから、ちょっと前まではこの要介護っていうのは1、2、3、4、5があったって言いましたけど、1から入れたんだけど、あまりにも入りたい人が多すぎるので、ごめんなさい、1と2はもうダメ。3からしか入れないですよっていうふうにどんどん変わっていくんです。だからずっと元気でいなきゃいけないっていう話をいつもしております。で、その後、老健っていうのがあるんですけども、これも老人保健施設のを短くした、言葉なんですけど、これはそこに入って住むんじゃなくて、大体3ヶ月ぐらい。例えば、病院に行って、でそれで退院して、リハビリをそこでして、結果的には自分のお家に帰るっていう、まあ、ちょっとそこを通っていくっていう感じですかね。で、もう一つは介護医療院って言って、例えば、こうやってチューブをつけてる人とか、口から食べられない人はこうやってお腹に穴を開けるんですけど、そういうのはお医者さんとか看護師さんがやらなきゃいけないので、そういうのとか、あるいはいろんな病気を持っている人たちは、こういう、特別な場所に行きます。ここの特養っていうのはお医者さんとかはいないので、入れません。で、その他にもいろんな、施設があります。で、よく多分道を歩いてて新しいのがどんどんできていってるのは有料老人ホームって言います。これは誰でも入れるんだけど、その代わりすごく高いです。だいたい
例えば1ヶ月20万とかね、25万とか、あるいは最初入るときに何百万払ってから入ってくださいとか、いろんなのがあります。でもそこは入りたいって言えば入れるはずです。で、もう一つ、ここ、さっき一番最初に言ったんですけど、地域でね、みんなでその人が自分が住み慣れている場所でずっと住めるようにみんなでサポートしていこうっていうことを介護保険は言っているっていうことなんですけど、これはね、地域、そこに住んで、その近くに住んでいる人しか使えないようなサービスもあります。で、例えばグループホームって言って、それは認知症の人たちだけが入れるところ。で、そこに入ってみんなでお互い生活をする場所。あとは、この小規模、長いんですけど、小規模多機能居宅介護っていうのがあるって、短く言うと小多機っていうんですけど、これは、私はすごくいいと思います。私はこういうところに今働いてるんですけど、こちらに戻った時に、こういうサービスがありますよと言いました。誰かが家に行ってくれる。あるいはあなたがどっかに通う。それが、あなたがどっかで泊まる。これ全部、別な契約なんですよ。で、別な契約で別な場所に行く。でもこれっていうのは、その近所の人しか入れないんですけど、全部同じ場所なんです。だから例えば、ここに今、花子さんという人が住んでいるとしたら、花子さんはここのデイサービスに行って、また家に戻る。で、このデイサービスのスタッフが花子さんの家に行く。そして泊まることになったら、そこのデイサービスで泊まるから、花子さんはいつもと同じ場所だっていうことと、いつもと同じスタッフだっていう、すごく安心して、こういうサービスが使えるっていうので、私はすごくおすすめです。で、もう一つ、定期巡回サービスっていうのがあるんですけど、これもやっぱり近くの人しか使えなくて、ヘルパーさんとか、看護師さんが決まった時間にあなたの家に行って、例えばお薬をくれたりとか、食事だったり、いろんなサービスをしてくれる。で、例えば夜中でも電話をすれば来てくれるっていうような、結構新しいサービスです。で、もっと分かりやすいように、ちょっとこう絵でイラストをたくさん入れてみたんですけど、これが一番分かりやすいんじゃないかなと思います。今話してたようなことと同じことです。で、ここに花子さんが住んでいます。で、花子さんの家に人が行くっていうお話をしましたけど、いろんな人が行きます。これヘルパーって言うんですけど、ホームヘルパーって言うんですけど、花子さんの家に行って、例えば食事。これはあれですよ、介護保険で花子さんはこれが必要だって、決まったからサービスが受けられるんですけど、例えば、食事を作ってくれるとか、洗濯をしてくれる、掃除をしてくれる、あるいは買い物を代わりにしてくれるっていうサービスがあります。ここで、皆さんに一つすごくお願いなんですけど、お手伝いさんじゃないです。介護のプロです。だから、この人はできることとできないことがはっきり決まってます。最初に言ったケアマネージャーさんと一緒にプランっていうのを作るんですけど、そこに花子さんの場合はこれとこれとこれ。ね、私たち例えば特に南米の人っていうのは、いいじゃない、それくらい。じゃあこれもこれもやってよとかって言いそうなもんだけど、それは言わないでください。ヘルパーさんが困る。ね、よろしくお願いします。で、あとは、これは、その援助っていうんですけど、それとは別に、例えば薬を飲むときに行ってくれるとか、ご飯を食べるときに行ってくれる。あるいはトイレに行くとか、お風呂に入るときにヘルパーさんが家に行ってくれます。で、寝たきりの人だとずっと同じポーズで寝てると、そこがこう傷になっちゃうので、例えば定期的に行って、ちょっとこう体を動かすっていうような、訪問の仕方もあります。で、ここに今お風呂に入っているんですけど、例えば花子さんが寝たきりになってしまった時も、このお家にお風呂はあるんだけどお風呂に入れないっていう時には、こういうサービスがあるんですよ。訪問入浴サービスっていうんですけど、看護師さんと介護士さんが2人行って、3人で行って、
車で行くんですね。で、お風呂を花子さん家の家の中で組み立てるんです。で、そこで花子さんはお風呂に入って、で、終わったらまたそこで水を捨てて、またバラバラにして車が帰っていくっていう素晴らしいサービスがあります。で、ヘルパーさんだけが行くんじゃなくて、例えばお医者さんも行ってくれるし、看護師さんも行ってくれるし、リハビリの先生も家に行ってくれます。で、今度は花子さんがどっかに行くというサービスです。行ってまた帰ってくる。朝行って夕方帰ってくるっていうようなサービスが、デイサービスっていうのがあります。多分こういう車、見かけたことがあります。だいたい9時とか4時ぐらいになると迎えに行って、また後で送っていくっていうのがあるんですけど、花子さんを迎えに行って連れて行って、そこでいろんな活動をします。例えば一緒にね、ご飯を食べたり、いろんなレクリエーションをしたり、体操をしたり、で、人によってはお風呂にも入ります。で、これと全く同じなんだけど、リハビリが中心のところがあって、それのことを、こっちはデイサービスね、こっちはデイケアって言います。同じような車でね、迎えに行くんですけど、やることが違います。こっちはリハビリが中心です。で、さっき言ってた、他のサービスで借りることができるっていう話をしました。例えば、車椅子とか、ベッド、こうやってウィーンって上がるベッドだったりとか、杖だったり、これ、リフト、あまりよく見えないんですけど、こうやって吊るしてウィーンって動かすっていうような、そういう機械もあるんですね。あと、これはスロープって言って、例えば家の玄関にね、入るときに、段差とか、あるいはこういう階段があるんだったら、その上にこれを乗せれば、車椅子がぐーっと入っていける。で、これは借りる。で、借りたいけど、ごめんなさい、借りれません。これは買ってくださいっていうのがあります。それは何かっていうと、体に直接当たるもの。例えばここに見えてるんですけど、トイレです。トイレに、例えば花子さんのトイレは結構遠いところにあったりすると、花子さんは夜トイレに行くのが大変になるので、ベッドの横にこういうトイレを置いとくと、もしかしたら花子さんは自分でよいしょって言ってトイレができるかもしれない。でも自分の体が直接当たるので、あとはここら辺だとお風呂のものなので、そういうのもそうなんですけど、それはやっぱしレンタルはできないので、これは買ってください。これを全部、借りるのも買うのも1年間で10万円まで使えます。10万円ってことはあなたは 10% 払うわけだから1万円、1年間に1万円でここら辺で10万円のものを使います。それもケアマネージャーさんと相談をする。だからケアマネージャーは大事だっていう話をしています。で、借りるか買う。そしてもう一つは、リフォームですよね。で、ここの、リフォームは、例えば手すり、一番多いのが手すりです。手すりをつけたりとか、ドア、例えば車椅子の人は、こっちに開けるドアだと、車椅子とぶつかってしまうので、じゃあドアはこう開けるものにするか、向こう側に開けるものにするか、変えてもらうとか、いろんなリフォームがあります。リフォームに関しては、1軒につき、だから1つの家につき20万までです。だから、毎月20万、ごめんなさい、毎年20万じゃなくて、1回だけ20万。ということは、あなたは2万だけ払うっていうことです。でも、もし引っ越したら、そこでもう1回20万使えるっていうふうになっています。だいたいこういうサービス、他にもたくさんあるんです。でも、これぐらいは最低限知っておいてもらうといいんじゃないかなと思います。で、どこで相談できるのっていうことが、ここすごく大事なところです。地域包括支援センター。これは短く言って包括って言うんですけど、ここはいろんなプロがいるところです。高齢者、お年寄りのことに関してだったら何でも教えてくれるところなので、ぜひぜひぜひ元気なうちに一度行って、ちょっと聞きに行って、ください。で、あとは市役所。市役所の介護保険課とか、違う窓口かもしれないんですけど、市役所にも行けます。どっちにしても、この包括でも、市役所でも相談は無料ですので、行ってください。
ここで、大事なことは、相談に行くときには、ちゃんと日本語ができる人を連れて行ってください。ね、あんまり日本語ができないまま行くと、結局ね、どっちも分かんなくなっちゃうので、大事なところでは、あるいはこれから介護保険を使いたいっていう時もそうですけど、ちゃんとした通訳を連れて行ってください。で、一つだけちょっと、なんていうのかな、分かりにくいところがあるんですけど、この地域包括支援センターっていうのは、いろんなところにあります。よく一つの市の中で中学校がある分、同じ分、包括があると言われてるんですけど、ちゃんと理由はあると思うんですけど、場所によっては地域包括支援センターと呼ばないで違う名前をつけます。例えばここ見えますかね？見えますこれ。ここね、藤沢市だと、いきいきサポートセンターっていうふうに言います。ただ、ここにちっちゃく下にね、地域包括支援センターって書いてあるので、ちゃんとわかります。で、横浜だとケアプラザっていうし、秦野だったら地域高齢者支援センターっていうふうに違う名前になってるかもしれないんですけど、元の名前は全部この包括っていうのなので、ちょっと調べてみてください。で、例えば藤沢市の場合は、私、藤沢市に住んでるんですけど、19の、包括があります。なので、自分の家に一番近い、包括がどこにあるのかが多分わからないと思うので、そういう時はここね、市役所に聞けば、ちゃんと、教えてくれます。藤沢の人はここにね、電話番号書いてあるので、ぜひぜひ、元気なうちに、何度も言って申し訳ないんですけど、本当に元気なうちにいろいろ相談しに行ってください。何かがあってから聞きに行くと人間ってパニックになります。そしたら、もしかしたらもっといろんなことができたはずなのにできなくなってしまうので、先に聞きに行っとくのはいいんじゃないかなと思います。で、さっきも言ったんですけど、介護保険っていうのは日本が作った制度です。だから私たち外国人にとってはすごく想像ができないから、訳すとき、日本ではいろんなものをいろんな言語に訳してくれて本当にありがたいんですけど、介護保険はないものなので、結局みんな違うふうに訳してしまうんですね。で、これはすごく問題で、例えばスペイン語だったら少なくともこんだけあるんです。同じものなの。ただ介護保険っていう4文字ですよ。4文字なのにこんなにたくさんね、訳し方があるんです。で、これはこういう訳し方があって誰が困るかっていうと、花子さんが困るんですよ。だから例えば、花子さん日本人だから日本語わかるけど、じゃあマリアさんにしましょう。外国人の誰かがいて、で、何度もね、もしかしたらその市役所にお話ししに行ったり、ケアマネージャーと話したりと、いろんな場面で通訳が必要かもしれない。でも、毎回同じ通訳だとは限らないので、例えば今日は A さんが来てくれた。で、この長い、名前を使ってました。はいはい、わかりました。違う日になったら B さんが来ました。B さんはこの短いのを使ってました。わかりました。また違う日に C さんが来てもっと短いのを使いました。結局、マリアさんは何なのか全然わかんなくなってしまいます。もしかしたら3つ違うものなのかと思ってしまうかもしれないから、私がすごく力を入れて皆さんにお願いをしているのは、健康保険とか年金はいいです。その国の言語でね、訳して。でも、介護保険だけは介護保険っていうふうに使いましょうっていうふうに皆さんにお話ししています。と言っても、やっぱり自分の言葉で介護保険のことをやっぱりもっと知りたいって、いう人もいると思いますし、ぜひもっと知りたいなって今日なってくれたら嬉しいなと思います。で、まだまだ、いろんな多言語でね、訳されているものは少ないです。そしてまだまだ介護保険のことをよく分かっている通訳さんも少ないです。なので、もしかしたら読んで、
ちょっとわかんないっていうことがあるかもしれないんですけど、でもそれでもいいです。とにかく読んでみてください。で、どういうサービスがあるのかとかっていうのを知ってください。で、どの市役所にでもこういうふうにあるんです。パンフレットがね。パンフレットがあって、で、ここの中に例えばいくら払うのかとかね、どういうサービスがあるのかとか、いっぱい書いてあります。なので、こういうのとか、このハートページっていうね、こういうのもあるんですけど、ごめんなさいね、ちょっとだけこれを見せますけど、こうやってね、ちゃんと絵になってね、見せてくれるから、言葉がよくわかんなくても大丈夫です。とりあえず、ごめんなさい、介護保険のパンフレットくださいって言って、市役所に行って、もらってきてください。で、なおかつこうやって横浜とか川崎だと本当にいろんな言語で訳してあるので、それを、ちょっと読んでみてください。特にこの横浜の場合はね、優しい日本語っていうのもありますので、ぜひそれ一度目を通してみてください。で、これは、一番最初に話しました介護保険は65歳から使えるんだけど、40から64歳の間の人も、この16の、病気のどれかを持っていて、でも持ってるだけじゃダメです。お医者さんが、あなたのこの病気のこのレベルだったら介護保険使えるねっていうふうになれば使えるので、もしかしたら自分のお友達でこういう病気を持ってる人で、この、情報を知らない人もいるかもしれません。なので、そういうのも共有してみてください。そして、最後なんですけど、みんな年を取っていきます。日本人も外国人もアルゼンチン人もみんな年を取っていきます。なので、日本で住み続けるっていうふうに決めた以上は、やっぱり日本のいろんな制度を知っておくことがとっても大切だと思います。それによって自分の将来が結構変わってくる可能性も出てくるので、ぜひぜひ、介護保険だけじゃなくて、その他の制度についても、考えてみてください。で、あとここね、ぜひ今元気なうちに自分の家族とか、家族がいない人は、自分の近い友達と、将来のことについて話し合ってみてください。さっきも言ったんですけど、いやいや、うちは大丈夫とか、うちでは私がちゃんと面倒見るから大丈夫よっていうふうに思わないで、それも愛なんだけど、じゃあ例えばそのお母さんとかお父さん、本人たちがどうしてほしいのかっていうのを聞くことも、それも愛だと思うんですよね。だから、その人たちがしてほしいのが、どういうことをしてほしいのかっていうのをまず知っておくことがすごく大切だと思います。特に、家族と一緒に住んでいないで違うところに住んでいる人たち、じゃあおばあちゃんがもし倒れた、一人暮らしのおばあちゃんがもし倒れた時に、じゃあどうする？でも息子は沖縄に住んでるよ、娘は北海道に住んでるよ。でその人たちも自分の仕事があって、自分の家族があって、子供もいて学校にいて、じゃあすぐおばあちゃんの面倒を見に来れるかっていうと、来れないかもしれない。だからどうしようかって。で、10年経って20年経って何ともなくみんな元気だったらそれでいいじゃないですか。よかったねってちょっと考えたけど、何ともなくてよかったねってなるし、何かあった場合にはよかったね、あの時話しといて、おばあちゃんはこうして欲しかったって言ってたから、それができてよかったねっていうふうになるので、今元気なうちに必ず家族とあるいは自分の友達とお話をしておいてください。で、さっき言ったみたいに介護保険は難しいです。難しいんだけど、とっても大切な、制度なので、ぜひぜひ何回でも、ちょっと調べてみて、ネットでもね、例えばスペイン語だったら、介護保険エスパニョールとかって書いたら多少出てくるので、それをちょっとずつ読んでいってみてください。はい、私の話はここまでです。で、あとは、私がやっている活動、このシエンプレ元気という活動なんですけど、これは Facebook で、いろいろ更新して載せておりますので、時間があったら、見てください。はい、長くなりましたが、今日はありがとうございました。